神竜とオメガを目撃したと聞いて言ってみれば、まさか魔人竜之介と岩間様だったとは。スクープというのはなかなか取れないものですね。私は毎日が大スクープだわ。外へ行くたびに新しい発見があるもの。フランさんはいつでも大冒険ですね。しかし、何にでも興味のあるフランさんだからこそ、意外な発見をするのかもしれませんね。そうそう。大冒険といえば、今、人間の里で話題になっているセントエルモスの。待ってお姉ちゃん、あそこに何かいるわ。おお、早速発見ですねフランさん。吸血鬼の幼くも鋭い目は、一体何を捉えたのでしょうか。この子、妖精かしら。妖精ですか。妖精は幻想郷の至るところにいますからね。ネタになるような妖精はそんなに。あややややや。これは春告げ星。リリー・ホワイトですよフランさん。春告げ星？その名の通り、リリー・ホワイトは春の訪れを告げる妖精です。この妖精が通った後は春になると言われ、桜の花が一斉に咲いたという目撃例もあります。春の妖精ということで、春以外の季節にはどこかへ姿を消してしまうのですが、まさかこんなところで見られるとは。随分弱っているように見えるわ。春じゃないからかしら。季節の妖精や妖怪は、自分の季節が過ぎると弱ったり、消極的になりますからね。リリーさん、大丈夫ですか？春ですか？いえ、まだ残暑の厳しい夏の後半ですが。春じゃない幻想郷なんて滅んでしまえばいいのに。発言もネガティブですね。秋の神様や雪女も、季節外れになるとこんな感じなのでしょうか。そんなことより、春をください。そう言われましても、まだ秋と冬が控えてますし。春以外の季節なんて滅んでしまえばいいのに。思考が後ろ向きすぎて、このままでは取材もままなりませんね。お姉ちゃん、春っぽいものでごまかしてみたらどう？そうですね。春の妖精に通じるかわかりませんが、やってみましょうか。リリーさん。ほら、春が来ましたよー。春の音楽も流れてきて、どこから見ても春だわ。やっぱり妖精から見ても、これは判定厳しそうですよ。念のために、春期限にはもう置いておくべきだったかしら。どうやら春認定が出たようですよ。内角高めギリギリのストライクって言ったところね。では、春を迎えたところでリリーさん。春を告げ終わると山へ飛んでいくあなたが、なぜ夏なのにこんなところにいるのですか？あれは確か。今年も春を告げ終えた後、春風に乗って山へ飛んでいこうとしたら、何か硬いものにぶつかって気を失って、気がついたら夏になっていて、山へ飛んでいく気力もなくして、ここで春を待っていたんです。春眠、暁を覚えずとは言いますが、随分と長い間気を失っていたんですね。私たちは妖怪の山へ帰る途中なのですが、リリーさんも一緒に行きませんか？あと、写真も撮らせてほしいのですが。山へ行くんですか？それならついていきます。写真も撮っていいですよ。おお、夏に発見、春の妖精。これはいい記事になりそうです。フランさん、お手柄ですね。何かご褒美を考えておかないと。そういうのはなしでお願いします。春ですねー。春来てますねー。リリーさん、恥ずかしいですから、そんなに生き生きしないでください。とにかく、妖怪の山へ帰りますよ。早く帰って、リリーさんの記事をじっくりと。早く二人きりになって、じっくりとチューしたいのね。誤解を招く言い方はおやめください。春ですよー。春でーすよー。誰か聞いてたらどうするんですか？お姉ちゃんってば、テレ屋さんなのね。我が世の春だったー。ねえ、やっぱり相手が誰か見てからの方が、大丈夫だって、ちょっといたずらするだけなんだから。それに、私たちの能力があれば、絶対見つかりっこないって。相手はまっすぐこっちへ向かってきているわ。サニー、準備しておいて。任せといて。さあ、私たち、光の三妖精の力を見せてやるのよ。風の音が急に。お姉ちゃん、どうしたの？正面から増えてくる風の音が、何かに阻まれているような音になりまして。風は流れてきているのに、まるで音だけが消えたような。何今の？あれ？さっきと景色が違うわ。天狗の仕業かしら。妙ですね。前脇で塞がれているのに、風の流れがさっきと変わらない。リリーさん、ちょっとあの辺りまで飛んで行ってもらえますか？まただわ。新手のスタンド使いの攻撃かしら。私が見える範囲には誰もいないようですが、相手はこちらの動きが把握できるようですね。音と動き。ということは、やはりこれは光による幻のようですね。
光を屈折させることにより、自らの姿を消せる、光学迷彩という技術をカッパたちから聞いたことがあります。その応用で、このような実体のない幻も作り出せるのでしょう。そして、光、音、動き、この3つの能力を持った妖精を私は知っています。これって妖精の仕業なの？おそらく私たちを人間と勘違いしていたずらしているのでしょう。相手が見えていなくとも、スターサファイアさんの能力で位置がわかりますからね。逆に言うと、相手もわからずいたずらしているわけですが、すごい能力を持っていても、やっぱりそのあたりは妖精なのね。しかし、3人よれば文殊の知恵に三種の教え、固まって行動されると非常に厄介です。ならば私たちはスリーウェイ、奇数式狙い弾で行きましょう。いい感じよサニー。3人組はその場でうろうろしているわ。クックーン。光の屈折ならお任せのサニー様よ。これくらい晩酌前だわ。これだけ離れているなら、私は別に弟ってさなくてもいいんじゃ。甘い悪いな。ダメとうどんはよくをした方が美味しいのよ。麺には麺を、くちばしを叩いて砕くのよ。あら ?3 人がバラバラに動き始めたわ。1人はまっすぐこっちへ。あとの2人は左右へ分かれたわ。別々に動いて、集中させないつもりね。そうはいかないわ。ルナ、スター、私は正面へ行くわ。2人は左右のお願いね。サニー、スター、ちょっと待って。どう見ても穴だと思うんだけどな。さて、どうやっていたずらしようかしら。考えてみれば、一人でいたずらってあまりしたことないのよね。私は相手を見なくても位置がわかるんだし、ここはやっぱり、妖精戦闘競技指導要項13番、一撃必殺かしら。それじゃあ、近くに来るまで待ってと。あれ？誰もいない。おかしいわ。さっきまで確かに。後ろ？いいえ、前ですよ。うわわわわわわ。位置が分かっても、全部の速さにはついてこれないでしょう？社名丸さん。さっきの3人組って、迷い込んだ人間じゃなかったのね。いたずらをするにしても、まずは相手を確かめた方がいいですよ。やっぱりサニーの作戦はどこか抜けてるのよね。私が光の三妖精のニューリーダーになった方がいいんじゃないかしら。破壊大帝に気をつけてくださいね。とりあえず、他の2人と合流しましょう。スターさん、位置の特定をお願いしますね。まったく、私たちは光の三妖精なんだから、バラバラに動いちゃ意味がないじゃない。サニーは自分の姿を消せるから見つかっても逃げられるし、スターは生き物の動きがわかるから見つからずに動けるだろうし、私は音しか消せないんだから、見つかったら大変なのよ。それにこんな森の中で音だけ消して、どういたずらしろっていうのよ。やっぱりサニーの作戦はいつもどこか。何今の音。妖怪でもいるの？春ですか？いや、今は夏だけど。あなたはいいですよね。月は一年中昇るんですから。どうせ私なんか。ふふびっくりしましたか？いたずら大成功ですね。春告げで夏なのにどうして？それはこれこれしかじか。カクカク馬なのね。もう、だから言ったのにサニーってば。でも、本当に驚いたわ。いたずらでよかったまあ、私は半分本気でしたけど。何か言った？なんでもないですよー。さあ、みんなのところへ行きましょう。いたいた。あれ？羽とか生えてるってことは、人間じゃなさそう。私の方は外れだったのかな。でも、見つけたからにはいたずらしていかないと、妖精の流したるってね。光を集めて、めくらますよ。あれ？なんだかよくわからないけど、すごく効いてるわ。もしかして、私の隠された力でも目覚めちゃったのかしら。
こね。そこに誰かいるのね。姿が見えないということは、日の光の妖精ね。吸血鬼に太陽の光を浴びせるなんて、ひどいことするのね。吸血鬼なんでそんなのがこんなところに。姿は消えていても、当たり判定はあるのよ。まだ隠れるつもりなら、その当たり一体をキュッとして、ウランさん、自然破壊はいけませんよ。早く出てこないと、一回休みにされちゃうわよ。なんでスターとアヤさんが一緒に。いたいた。みんな揃ってるのね。春の訪れを予感させますねリリーホワイト。何が起こってるの？それはカクカクしかじか。まるまるうまうまなのね。作戦は初めから失敗してたのね。やっぱり3人の作戦はいつも詰めが甘いのよね。私のようにもっと慎重にならないと。船の立てる作戦はまどろっこしいのよ。だからウサギだって捕まえられないのよ。でも、どんくさいルナチャイルドさんには、それくらいがよろしいのかしら？いつも全速力で突っ走ってリコルサミンミルクさんには、抱え落ちがお似合いですわ。何さ。始まりましたよ、妖精同士の小競り合い。やはり妖精はこうでなくては。妖精って、いつもこんなことばかりしてるのね。ウランさん、実は妖精が一番面白いことをするのです。そこにあるものが一番面白い。向こうにも誰かいるみたい。妖精か何かかしら。どうやら今回の記事は妖精特集になりそうですね。ならばその妖精のところへ向かわねば。スターさん、案内をお願いします。あたいったらじゃんけんでも最強ね。じゃあ、タイちゃんが鬼だからね。この完璧な作戦で今回もあたいの勝ちだわ。その完璧な作戦とは？あたいは行動範囲が広いからね。タイちゃんはきっと遠くへ探しに行くと呼んで、あえて近くに潜んでいるのさ。これぞ東大元選手に忘れってやつね。なるほど。妖精は妖精なりに考えてるんですね。あたいは天才だからね。これくらいわけないさ。あたいは誰と話してるのかしら？ジルノさん、会いたかったですよ。もう、熱くて熱くて。了解からステング。さっきまではいなかったのにどうして？それは私が位置を特定して、私が音を消して、私が姿を消したからよ。言ったでしょ。私たちはかくれんぼのプロフェッショナルだって。タイちゃん。この間はそっちが宣戦布告してきたから、今度はこっちの番よ。そして、今すぐ負けを認めないと、この子のサイドテールが一本増えることになるわよ。さあ、どうするかしら？氷の妖精。氷じゃないよ。氷だよ。急にどうしたのかしら。きっと、両親の呵責に苛まれてるんだわ。どうやら第二次妖精大戦争は、大妖精さんの無血勝利で終わったようですね。すごいぞ大ちゃん。あたいもあれ真似しようかな。習得したら記事にしますので、読んでくださいね。天狗の各あたいの記事は、いつも変なのばかりじゃん。そうは言いますが、私は事実を事実のまま伝えているだけですから。じゃあ、変なことは別の妖精で書いてよ。ジルノさんは、妖精が記事になるということがどういうことなのか、ご存じないように見える。考えてみてください。妖精はそれこそ自然の数だけいます。そしてこの幻想郷では、妖精の存在は何の珍しいものでもありません。そんな妖精が記事として取り上げられる。これは特別なことなのですよ。特別？そう、特別。実はラッキー？そう、ラッキー。特別な妖精ならしょうがないわね。まあ、あたいは最強だからね。その意気ですよ、ジルノさん。さあ、遊びでも最強なところを、みんなに見せてきてあげなさい。任せといてよ。ちゃんと写真撮っておいてね。やっぱり妖精って、驚くほど単純なのね。私たちは自由奔放なだけですよー。ほんと、自由すぎて縛るものがないって言った感じだわ。そうですね。妖精は単純で、無鉄砲で、頭が悪くて、いたずら好きで、自由で。でもね、私はそんな彼女たちが、時折羨ましく思う時があるのよ。天狗が、妖精を？知っての通り、天狗は仲間意識が強く、組織的な社会を作っているわ。これは他の妖怪にはあまり見られない、大きな特徴なの。けど、そこには上下関係というものがあり、私も上の立場の天狗から命令をされたら、その通りに動くしかできないのよ。そのせいで、
あの時は随分歯がゆい思いをしたわ。天狗という社会で生きるためには、私もああするしかなかったのよ。組織に属するってのは、自分の意志だけでは動けなくなるってことよ。それに比べ、妖精たちは自由だわ。自然から生まれた彼女たちを縛るものは何もない。私が妖精を面白く感じるのは、あの自由な姿に、憧れを抱いているからかもしれないわね。まあ、大きな組織に属するということは、心の安定をもたらしたりと、良いところもあるんだけどね。でも、本当は、私はあの時、あの人間を、フランさん。皆さんこんにちは。吸血鬼にして魔法少女かつ天狗の、フランドール・スカーレットです。フランさん。今日は世にも珍しい、カラスの妖精がいると聞いてやって参りました。カラスの妖精？おお、早速見つけました。かなり大型の妖精のようです。一体何を？今日だけでも、お姉ちゃんは天狗じゃないの。妖精なの。そして、私はお姉ちゃんの代わりの天狗よ。フランさん。この子ってば、私のことを気遣ってくれたのですね。ありがとう。でも、私はやっぱり天狗ですから、妖精として振る舞うわけには。春ですよー。春が来ましたよー。リリーさん。あなたの心の振りはもう終わりましたよー。私は春告げて、春を迎えたがっているものは見逃しません。そして、赤い春告げてによって、あなたは今、春を迎えたのですよー。フランさんが、私に春を。さあ、みんなのところへ行きましょう。でも私は、大丈夫です。ここには、妖精しかいませんよ。二人の春告げ生からそう言われたら、春を迎えるしかないわね。さあ、妖精らしく、存分に遊ぶわよー。皆さん、私も仲間に入れてー。私も。お姉ちゃんに出会えたから、冬が終わったのよ。ああ、私には見えるわ。お姉ちゃんの、透明で、綺麗な羽が。随分遅くまで遊んでしまいましたね。けど、久々に羽を伸ばせました。7対1で追いかけっこしても、誰も追いつけなかったわね。私は早すぎて、追いかけっこをする相手がいませんでしたからね。少々はしゃいでしまいました。戦争上で一番速い妖精ですねふふ、スピードの向こう側へ行った妖精として、噂になるかもしれませんね。ところで、なんであなたたちもついてきてるんですか？だって、妖精特集やるんでしょ？だったらあたいがいないとね。氷の妖精なんかより、私たちを大きく取り上げた方が面白くなりますよ。あたいは最強なんだぞ。はい。そこまでですよ。妖怪の山で暴れると、怖い狼に噛みつかれてしまいますよ。まあ、これだけ妖精を連れて帰ったら、先に私が噛みつかれそうですが。大丈夫よお姉ちゃん。私が先に噛みつくわ。甘噛みくらいにしておいてあげてくださいね。さあ、皆さん、そろそろ降りますよ。今日はフランさんのおかげで、胸に使えていたものが取れた気分です。改めてお礼を言わなければなりませんね。いいの。私はお姉ちゃんが元気になったらそれで。フランさん。では、明日も元気よく取材するために、そろそろ休みましょうか。今日はチルノさんがいるので、快適に眠れそうですよ。わかったわお姉ちゃん。でも、もう少しだけ。このままで。